はいどうも始まりました。今回もやっていきましょうか。何やっていきますか？今回はなんと、質問コーナーでございます。おー、ボケない。そうきたか。何来るかなと思ったらボケなかった。ボケない。シンゴ 045ME3SN3 質問です、はい。パシフィカとボスの GT1 を使っています。テレキャスのようなジャキッとしたサウンドを再現するなら、どのピックアップでどういう歪みや EQ を入れたらいいですかと。パシフィカでテレキャス、まずテレキャスってシングルコイルなんですよね。なのでついてるピックアップが、例えばハンバッカーだった場合、タップって言ってコイルを半分切り離してシングルコイルとして使うことができるので、それがもしついてれば、全部シングルに設定した方が良いです。テレキャスのジャキジャキ感ってブリッジだったりピックアップだったり、あれがね結構テレキャス感の大事なポイントだったりするので、パシフィカでまんまテレキャスの音が出せるかっていうとどうしても出なかったりするんですね。そこで工夫すべきポイントは GT 版側になってくるんですけれども、 GT1 ってイコライザーが選べるのでトレブルを上げるんだけども、全体的に上げるっていうよりかは、この辺上げるとどうだろう、この辺上げるとどうだろうって上げる部分を変えてみたり、上げる量を変えてみたりするっていうのをやりながら音作りを工夫すると近づけることはできると思います。ポイントはやっぱギターの音を作るってことなんですよね。 GT1 の先頭の方で息をかけるっていうことは、あたかもそういう音がギターから出てきたかのようにして、その後に歪みとかディレイとかにこうパスを出して渡していくので、そういう風な思考のもと音作りをすると近づけると思います。猫ゲルゲ Z3H さん、はい。普段の練習場所から動くこともないので、抜き差しの手間を省くため、ギターとエフェクターとアンプの間のシールドをずっとつなぎっぱなしにしてるのですが、問題ありませんか？長期間触らない時は抜いてあげた方が良かったりするのでしょうか？問題ないです。人によってはジャックってずっと差しっぱなしってプラグが刺さると金具がこうガチャってこうなるんですよ。だからそこでなんか変な癖ついちゃったりしないかとかいう風に心配される方もいらっしゃるかなと思うんですけども、全然大丈夫です。抜けばまたちゃんと戻るようになってるし、それでくたびれたりなんか逆にひっついちゃったりみたいなこともないし、エフェクトボードってずっと刺さりっぱでしょ。確かにずっと刺さりっぱですけど別に問題ないので大丈夫ですが、たまにお手入れとして湿気が出るような梅雨とかは即傷むとかないんだけども、やっぱたまに抜いてね掃除してあげると、やっぱ接点のところがねトラブルみたいなのも起きにくいので、それくらいでいいんじゃないかな。全然繋いどいて大丈夫です。なるほど、はい。ちなみに、エフェクターの電源をオンにしっぱなしはどうでしょうか？電気代食う以外は大丈夫ですよ。全然大丈夫ですが、エコじゃないので切った方がいいかもしれない。なるほど。電池で動いてる場合は抜きましょうっていうのは、それは当然あるかもしれない。エフェクターってこのインプットにこう刺さってることによって、ボスのエフェクターだとかずっとこの電池がこう消耗されていくので、そういうやつは抜かないとダメですね。あとアクティブベースとかずっと刺してるとアクティブベースほんま腹立つわ。何電池やんか、やっぱあれって、はいそうね、鳴らしたい時に鳴らせへん、あのストレスが半端ないよねそう、アクティブベース、アコースティックギター。それからというもの、俺はもうパッシブベース嘘、にしてる。その理由やし、パッシブにして使ってる。スイッチじゃあパッシブにすると消費しないんだ。そう、無限電池開発してくださいライム父さん。 TK8SN さん、こんばんは。質問させていただきます、はい。今までローランドのクワッドキャプチャーオーディオインターフェースを使っていたのですが、 Mac のアップデートをしたら使えなくなってしまいました。 MacOS ソノマで、またそれより新しい MacOS でも使えるオーディオインターフェースは何があるのでしょうか？よろしくお願いいたしますと。これもわかりますわ。 OS アップデートすると使えなくなる機器が音楽業界の機器に多いんですよ。プラグインとかもね、いや、引くよね、あれ。要は他の Macに付属しているソフト、例えば動画編集だったらファイナルカットだとか、次の OS を開発してる時に Mac のね、同じこうメーカーの中なんで、それでも動くかっていう並行開発をして同時にこう上がっていく感じなんですよね。ただ音楽業界のやつって Mac からするとサードパーティーというか別メーカーなので、OS が上がったらそうきたかマジかっていうので開発して合わせにいく形になるので、やっぱワンテンポ遅れるんですよ。でもうちょっと具体的に言うと 1OS ぐらい遅らせてあげてった方がいいですよね。これは今おっしゃったオーディオインターフェース限らずなので、買い替えれば解決するっていうのは
ないかもしれない。クワッドキャプチャーオーディオインターフェースっていうのは、OS のアップデートに対応してない、いやそんなことないです。ちょっと待てば新しいドライバーというか、ソフトウェアが出るので、それをインストールだとか適用すると動くようになるんですけれども、その日がいつ来るかはちょっとそのメーカーさんの頑張り次第にもよりますね。何やその都市伝説でこれが本当に困るっていう方は Windows の方が進化の幅が MacOS ほどコロコロ変わっていかない。 MacOS は結構なスピードで変わっていくので、サポートしてる機種っていうのをこうどんどん広げるわけにはいかないので、切り捨てられる OS もすぐ現れるし、もうサポート対応外になっちゃう。でも Windows ってその10、じゃあ次11みたいに10の期間とか長いんですよ Mac に比べると。なので、そういう意味だと Windows の方がそういうトラブルは少ないかもしれない。今すぐじゃあ使いたい場合、ソノマで、ネットでソノマ対応って書いてるオーディオインターフェースを探すしかないですね。なるほどね。黒戸前夜さん、マルチ集とデジタル集は一緒の意味合いなのですが、マルチエフェクターって 98% ぐらいはデジタルなんですよ。なんでマルチ集はデジタル集の中に含まれるかな。でもこれ前のQA 動画でも言いましたけども、最近あんまりそのデジタル集だからどうこうみたいな区分けは昔ほどなくなってきているので、質問の回答としては今のですけど、あんまり気にしなくてもいいような気はしますけどね。はい。ババタ792833、こたつレコーディングのコツを教えてください。こたつレコーディング。こたつレコーディングって何高橋知ってる？まずこたつをめちゃくちゃあったかくしてやな。で寝でも転びながらなんか姿勢悪くならないようにあれじゃない、キャビネットをこたつの中に入れて防音すんじゃない？あ、そういうこ合ってとますか？その想定で回答すると、アンプで録音したい時にやっぱどうしてもね騒音が気になる時に、なんかでこう密封しないといけないっていう時にこたつを活用する、でその時に気をつける方法、これこたつだけじゃないんですけれども、布団とかでこう囲った空間ってかなり音を吸うんですよね。エアー感みたいなところがなくなるんで、例えば大きいスタジオにキャビネットを置いてマイキングしてちょっと反射がいい感じになるところを撮るのと、周りにがっつりこう吸音されて撮るところって音が違ってくるんですよ。これいい悪いじゃなくて違う。まあすごいデッドな状態そうになるってことよね。になるので、そういう中でどういうマイキングしたらいいかな、どの角度で撮ればいいかなっていうのを工夫して、で結局ヘッドホンから出てくる音が全てなので、それを頼りに距離だとかマイクを狙う場所みたいなのを調整して、あとはちょっとスタンドが動かないように布団かけて撮ればいいんじゃないかな。合ってんのかなこの回答で。あとはもう絶対にこたつの電源を入れないことルード51503、質問とはちょっと違うかもですが、今西さんや高橋さんのキッズ時代の機材ってこうだったよな的な昔話を聞いてみたいです。ギターもペダルもアンプも現代は高品質、高機能なものが手に入りやすい時代になったと思うのですが、昔はこうだったよね、こんな機能でこのくらいの値段だった、初めて買ったペダルは〇〇、楽器屋が近所になくて大変だった、同級生が〇〇を持ってて羨ましかったみたいな懐かしい時代を振り返る雑談とかどうでしょう？ああ面白そう。すごいなんか斬新なご質問、面白いですね。今ってさめっちゃ便利やん。動画とかで何の情報も得られて、もう弾きたい奏法、セッティングの方法、機材の音全部わかるやん。当時ってさもう情報がないから本とかからジョーキングの仕方とか曲のコードとか学んでやって、今から考えるとマジでどうやって練習してたのっていうぐらい、まあもう雑誌でコピーよね。ね、バンドスコアからコピーをしてたよね。そうそうそう、バンドやろうぜとか、あと歌謡曲って本があって、それを開くとこう一個一個ページに当時のミスチルとかスピッツの新曲があって、コードとメロディーが書いてあって、それを弾いてコードの練習するとか。そうやね。俺は最初確かイエスサマーデイズやな。うわグレイの。いやイエスサマーデイズ大好きやったよ。で高校ぐらいになって友達ん家にそんなに広くない家の中にドラムを買ったやつがいて、防音も何もしてない。やば。そいつん家がもうスタジオ化して隣の人引っ越したよねまあ今考えるともうとんでもないことをしたなって。もう今やったらもう SNS でもうボロッカス言われてんだろうな多分。もう時代やね。時代よマジで。時代よね。これ質問に答えてる？うちら大丈夫か？答えてる？まあまあこの辺しようか、とりあえず。そうね。ユーザーソロックさん、音を聞いて中域やハイが出ているというように感じながら音作りをしたいです、このような感性感覚はどうやったら育ちますか？今西さんのようになりたい。本当に
ありがとうございます。成田前いや、それ高しの言葉でしょ。これはですね、いろんな音作りのコピーをしてみるっていうところからのスタートかなと思ってて、自分が好きな音だとか弾きたい曲をコピーの演奏はみんなやるじゃないですか。音作りのコピー、これを自分の持ってる機材とかで最大限やってみるんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、できないんですよ。その音にならない。なんでならないんだろうっていう風になって、その繰り返しが経験値になって、つまみをどう変えるとこう変わるっていうのがなんとなくね、脳内でだんだん分かるようになってくるんですよ。これやるときにね、一番おすすめなこのね、経験値がガッて上がる、もうはぐれメタル的なやり方があって、そんなもんがあるんです。スタジオに行ってで同じギターで同じエフェクターでいろんなアンプで作ってみるんです、そうするともう音全然違うんですよ。アンプによって当たり前だけど、そうなってくるとこことここは一緒なのにアンプが違うとここが変わるんだとか、それによってエフェクターをこう合わせにいったらいいんだっていうのがこう分かってくるんですよね。これが自分の中にこうデータとして経験値として蓄積されると、あのアンプだとああなるなって分かるようになるんですよ。これが分かると音をコピーしようと思った音源聞くと、このアンプってフェンダーじゃねとか分かるようになるんですよ。それの逆バージョンでギターとかを持ち帰ると、ギター変えるとここが変わる、ピックアップ変えるとここが変わるっていうのも自分の中で経験値として入ってくると、音聞いたら何系のギターで多分このピックアップ使ってて、アンプはこっち系でとなると、あとはエフェクターはこれかなみたいな、なんか大体見えてくるんですよ。確かにコピーをしていくのはめっちゃ分かりやすいな、でしょ。ご質問いただいたそのハイだとかミッドとかの調整とかも、そこだけっていうよりかはもう全体を見た上でのつまみ一個一個の話も分かってくるんで、そういう経験の積み方がいいかもしれないですね。なるほど。はい。いやー、なんかいいご質問、なんかちょっとテンション上がっちゃった。また最後、皆さんも質問あればぜひコメント欄に書いていただければ。結構いろんな質問あって面白いよね。だからそうね、こういう雑談とかも面白いしね、面白い。ありがとうございました。今回の動画良かったという方は高評価、そしてチャンネル登録お待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。それじゃあまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。